はいどうも、フランスガイド中村です。突然ですが、キリスト教絵画は面白くないと思っていませんか？まあね、面白いか面白くないかっていうのはもう個人の勝手なので、そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。ただ、その絵画をよく理解して、それでも面白くないと思っているのか、それともそもそも意味がよく理解できず、その結果面白くないと思っているのか、どっちなんでしょう？もしね、理解できていないから、読み解く道具を持っていないから、キリスト教絵画が面白くないと思っているんであれば、読み解く道具さえ手に入れてしまえば、膨大な未知の世界の扉がその瞬間開くと思いませんか？別にね、開いたからってどうったことはないんですけども、日々の中でね、非日常の中に入ってリラックスできるかもしれない。あるいはヨーロッパ旅行をした時にキリスト教関係の美術作品を読み解く能力があればですよ、旅行がより一層楽しくなるかもしれませんよ。今回私はね、楽しく簡単に分かりやすくキリスト教美術の導入になるような動画を作っていきたいと思っています。ということで、この動画を見てもね、専門家にはなれません。というかね、私のレベルではそのような高度なことはできないんです。ごめんなさい。私が知っているのはとても基礎的なこと。ただ、この基礎を知っているだけで随分とキリスト教絵画が読めるようになると感じているんです。全く分からなかった外国語の単語と文法を習ったら文の意味が分かるようになった。そんなイメージです。その時にネイティブになってやろうとかペラペラになりたいと思ったらこれは大変です。だからね、それは目指さない。あくまでなんとなくちょっとわかるというね、レベルを目指していきたいと思ってます。旅行した時になんとかサバイバルできるレベル。美術館で自分一人で楽しめるレベル。名付けてトラベル美術史。どっかで聞いたことがあるぞ。そう。ギリシャ神話編をね、作っておりますので、興味ある方はそちらも見てくださいね。ということで、キリスト教美術の魅力的な世界に入っていきましょう。早速作品を見ていきます。ポライウォーロ、トビアスと天使という作品です。なんか天使の絵ですね。何も知らないとね、もうこの時点で次の絵に行きたくなるでしょ。でもね、ちょっと頑張って絵を見てみましょう。まず左にいるのは天使ですね。翼があるので天使とわかる。右手で何か歩いている方向を指さしています。天使の腕を掴んでついていってる人物がいます。マントを着た青年ですね。彼の右手には何かありますよ。何ですかこれ？魚ですよ。なんと彼は魚を持っている。でもなんで魚なんでしょうか？後ろに川がありますよ。川で釣ったのかな？それとも魚屋さんに行った帰りに天使に出会ったのかな？いろいろ想像できますよね。さあ、ここから先は聖書の知識が必要になってくる。これは現在聖書の中には含まれていない外典という範疇に入っているんですが、飛び時というテキストを典拠にした絵画なんです。トビアスという青年の父親は目が見えなかった。盲目の父親は昔友人にお金を貸したという。それを回収しに息子は遠い場所まで旅に出ていきます。その旅の道案内をしてくれたのが大天使ラファエロだったんですね。ラファエロのおかげで無事に当初の目的が達成できただけでなく、天使に勧められて釣って持ち帰った魚の肝のおかげでお父さんの目まで治ってしまった。そういう物語なんですね。このストーリーを知っていれば、まずこの絵画の登場人物がもう分かったでしょ。左にいる天使は大天使ラファエロです。右の青年はトビアスということですよね。トビアスが持っている魚はこの絵画の中で超重要ということも分かりますよね。これでお父さんの目を治すんですから、この物語の肝となるポイントになっています。私たちがなんとなく初めに思った大天使が道案内しているようだなというのも当たっていたじゃないですか。つまりこの絵画は息子が旅をすることで一回り大人になって帰ってくるという主題なんですよ。この絵画が描かれた15世紀16世紀、
ルネサンス期のイタリアのお金持ちの御曹司は教養をつけるために諸国を回る旅行に出ていました。このような絵画は息子の留学を記念してトビアスを息子に似せて描かせたといいます。神様に守られながら無事に帰ってこいよという親心を読み取ることができるということなんですね。はい、ということでね、まとめていきましょう。今回覚えること。天使に付き添われて魚を持っている青年はトビアス。付き添っている天使は大天使ラファエロ。ねえ、簡単でしょいやいや、この話は簡単かもしれないけど、聖書ってものすごく分厚いじゃない。こんな話が5万と出てきたら覚えられないよと皆さん思ってるでしょ。でもね、聖書の内容を全部頭に叩き込む必要はないんですよ。というのも、絵画、美術の主題になる話は聖書の一部なんです。ということでね、よく絵画などの主題にされるものに限ってこれから紹介していこうと思ってます。では最後に、私たちがこの青年をトビアスだと認識することができるのは、彼が魚を持っているからですよね。トビアスといえば魚なんですよ。その時、魚はトビアスのアトリビュートだということができるんです。アトリビュートっていうのは、ある登場人物を特徴づけるためのもの。私たちはこのアトリビュートによって描かれた人物を特定することができるんです。では今度は大天使ラファエロをご覧ください。大天使ラファエロは大体トビアスと一緒に登場してくるんですが、彼は旅の案内人として登場してきますよね。ですから彼は旅する格好をしていることが多いんですよね。ここでも旅用のサンダルを履いています。場合によっては水筒をぶら下げていることもある。そして彼は傷を癒す天使として登場していますよね。ラファエロという名前がすでに病を癒すという意味があるんだそうです。そこで気になっていた方いらっしゃると思いますが、彼は右手に小箱のようなものを持っていますね。これは生体器といって、司祭が病人に生体配慮を授ける時の丸い器なんです。大天使ラファエロはこの生体器を持っていることが多いということで、大天使ラファエロのアトリビュートは魚を持った少年、つまりトビアス、旅装束、生体器ということになります。でもね、これね、覚えなくていいですから、大変だから、でもね、こういう知識を少しずつつけていくと、そのうちキリスト教絵画が読めるようになりますよ。このような背景にある物語やアトリビュートを覚えることをイコノグラフィーと言います。日本語では図像学と言いますね。フランスの大学で美術史をやると、学部の1年生と2年生で必ず必修科目に入っているものです。ということで、これからキリスト教のイコノグラフィーについて学んでいきましょう。ということで、今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。皆様のご意見、感想、ぜひコメント欄に書いてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。パリ18区、小高い丘の上に築かれたモンマルトル。小道を散策していると急に顔を出すサクレクール。キリストのハートに捧げられたバジリカ大聖堂はパリコミューンの惨劇の後に作られました。大聖堂の正面で心臓に手を置くキリストはパリ全体を優しく見守っています。かつては風車が並ぶ田舎村だったモンマルトル村。19世紀にパリ市に組み入れられてからアーティストたちの集う界隈になりました。彼らはモンマルトが持っている魅力的